こんにちは、キズナあかりです。今日は、ラジコンを始めたら、必ず必要になる、ハンダ付けに関してお話ししたいと思います。というわけで、ハンダ付けをしよう、第1回、ハンダ付けに必要なもの、を、お送りします。細々したものは次回、実際にハンダ付けを行う際に紹介しますので、今日は、どうしても必要なものを中心に紹介します。さて、一番必要なのはハンダゴテでしょう。私は2種類持っていて、こっちが昔から使っていて、最近はあまり使ってない、ガス式のハンダゴテです。このサイズで電気式の 60W 相当、コードレスなので線が邪魔じゃない。さらに、火力調整ができるので、これ1本で 20W 級にも 60W 級にもなる、優れものです。使い方は、蓋を開けて、ガスの線を開けて、お尻のダイヤルで火のつきやすい出力に調整。あとは、蓋の火打ち石で着火します。温度が上がってくると、火が消えて赤く色が変わります。温まるまでの時間に、このタイプの欠点をお話しします。最大の欠点は、温度調整が手動なことです。大きなコネクターを相手にするときは、出力を上げる必要がありますが、その状態だと、温度が際限なく上昇するので、一歩間違えるとコネクターが溶けます。また、不必要な高温は、小手先の寿命が縮むので、玄人向けと言えるでしょう。あと、使えるようになるのに、結構時間がかかります。現在火をつけてから40秒が経過して、ようやく使える温度に達しました。電気のないところや、狭いところでは、抜群の性能を発揮するので、持っていて損はないですが、最初の1本としては微妙でしょう。使い終わったら、ガスを止めて、蓋をつければ安全です。さて次は、人類の英知の結晶たる、デジタル音調ハンダゴテです。一般的におすすめなのは、この、太陽電気産業のコンセント直結タイプです。ちょっと高いですけどね。そして私が使用しているのは、一昔前に流行ったピネシルです。これコピー品じゃなくて本物の方です。こいつはコンセント直結タイプではないので、電源として 60W 級の USB 電源が必要です。コンセント直結タイプに比べて、電源ケーブルが細いので扱いやすいです。コテの画面を見てわかる通り、すごい勢いで温度が上がります。そして、設定温度になると温度が安定します。15秒で使えるようになりました。デジタル音調ハンダゴテの特徴は、慣れないと難しい小手先の温度調節が全自動なことです。油の温度設定ができるコンロだと、天ぷらを揚げるの楽ですよね。それと同じです。実際の扱い方は、次回の実践で説明します。本体からケーブルが抜けるので、一目で安全と判断できるのは、ピネシルのメリットです。さて、ハンダゴテはこのくらいにして、次はハンダです。これも絶対に必要ですね。おすすめは、強小ハンダと言われる、鈴 63%、鉛 37% のものか、この鈴 60%、鉛 40% のものです。金入りとかは鉛ハンダには無意味ですし、鉛フリーハンダは使える人向けです。デジタル音調ハンダゴテなら鉛フリーハンダも扱えますが、年数回のハンダ付けでは厳しいでしょう。次に小手先クリーナーです。有名なのはこういった水で濡らしたスポンジタイプのものですね。実はこれ、小手先の温度を下げるのに必須なのですが、デジタル音調ハンダゴテを使用している場合、そもそも設定温度以上に上がらないため、スポンジタイプではなくても大丈夫です。私は、この金たわしタイプのみ使用しています。水を含まないので、小手先の寿命が伸びるんです。ピネシルは小手先が高いので、金たわしタイプしか使えません。次は、サポート台とか呼ばれるものです。人間は手が2本しかない、不便な動物であるため、これで、コネクターやケーブルを固定して、ハンダ付けを行います。これないと、コネクターのハンダ付けは相当厳しいです。便利なようで不便と言いますか、こう、なかなか思ったように動かないですが、他にいいものもなく、
ずっとこれを使っています。ある程度重さがないとひっくり返るので、金属製がおすすめです。でも使いやすいとは言えないので、おすすめがあったら教えてください。次はフラックスです。これはなくても大丈夫です。が、あった方が楽です。コネクターがなぜか、ハンダを弾く際にこれを塗ると、すべてが解決します。1回買うと全然減らないので、毎回塗るようになります。IC チップ相手だと絶対欲しいですが、ケーブルとコネクター相手ならなくても大丈夫でしょう。ちなみに、コネクターのサイズに合わせて、小手先が2種類程度は必要です。私は、意外と色々やるので、持ってる数が多いです。どんな小手先が必要であるかは、次回の実践で説明すると思います。あと、最近買って便利だと思ったのが、このシリコンシートです。あかねちゃんカラーやで。まあ、それはともかくとして、溶けたハンダが落ちても溶けないんです。カッティングマットだと溶けることがあるので、結構便利です。テーブルの上で作業をすると、後々絶対に跡が残るので、それが嫌な人にはおすすめです。さて、次回は、XT シリーズのコネクターのハンダ付けをお送りする予定です。次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録もお願いします。じゃ、またね。